経由敦賀行きです。次は This is a Hakutaka Super Express with stops at Nagano, Toyama, Shintakaoka. あとは山中温泉のあやとり橋や初代須田製菓の作品になります。上に写真があるんですけど、はい、手前が初代須田製菓、奥が北大城さんじそちらで焼き物を学ばれて、ご自身で作品を作られて。入れ替えのお時間がございます。夜の9時と朝の9時で2回ございますので、どの方もどのお風呂をお楽しみいただけます。自ら選びました現代アートとかもこのところに飾らせていただいて。朱塗りの壁になります。この赤の名前がですね、ベンガラクレナイという名前になりまして、前田投手だったりとか、本当にその身分の高い方が泊まられる、住まれる、そういった建物。
がですね、1600年代になりまして、もう380年以上のお宿になるんですけれども、その始まりが、その前田家の3代目当主、前田利治から湯番頭というお役をいただいたところから始まっておりますので。五郎島金時のチーズテリーヌでございます。近くにモンタイというお菓子屋さんがございまして、そちらで販売しているものになります。五郎島金時という加賀野菜のさつまいもでございまして、はい、そちらを使用しておりますので。よろしければモンタイユの焼き芋のプランもお召し上がりくださいませ。こちらのチーズテリーヌと同じ五郎島金時を練り込んでございますので、はい。こちらまたお食事処で同じものをご提供しております。ルームサービスになります。お時間は本日9時45分まででございますので、どうぞまたご覧くださいませ。はい。失礼します。こちらお借りいたします。失礼いたします。当館あらや道東は6階建てでございます。本日お部屋は3階303号室特別室5鎮の間でございます。同じ3階に北尾次郎三人の作品を数点展示しております展示室がございます。本日夕方6時まで、明日朝は8時半から開放しております。1個戻りまして4階には、こちらテラスがございます。はい、本日天気が大変よろしいので、よろしければ後ほどお立ち寄りくださいませ。2階にはお食事処がございます。本日ご夕食、明日ご朝食はこの2階のお食事処でご準備させていただきます。そして1階には先ほどの大浴場と当館売店がございます。売店の入り口は外にございまして、正面玄関出ていただいたすぐ右手にございます。はい、本日営業は5時まで、明日朝は8時から営業しております。よろしければまたお立ち寄りくださいませ。当館大浴場、先ほどの場所3カ所になります。右端、左端のこちらの通常の大浴場は夜通しご利用いただけます。定期清掃のお時間帯以外は通常通り開放させていただいております。ただ真ん中のからすいという特別湯、こちらがですね、熱い温度のお湯、ぬるい温度のお湯、2つの浴槽をご準備しております。交互にお入りいただくことで癒しが得られるお風呂となっております。こちらのみこの事故防止のためにですね、夜中の12時から翌朝7時はクローズしておりますのでお気をつけくださいませ。また全ての大浴場にタオル、バスタオル、アミニティ、備え付けのものを置いてございます。どうぞそのままお越しくださいませ。で本日夜の9時、明日の朝9時と、大浴場入れ替えがございます。あとは定期清掃のお時間とこちらページまとめて時間を記載させていただいておりますので、また後ほどご確認くださいませ。
ここ少し坂になっております。ようこそいらっしゃいませ。どうも。よろしくお願いします。こちらでございます。どうもありがとうございます。ごゆっくりされてます。食前酒は菊姫酒造の濁り酒でございます。そして先付け香箱ガニの上に土佐酢のゼラがかけてございます。内子と外子の食感をお楽しみいただきながらお召し上がりくださいませ。そして八寸でございます。八寸はですね、まず真ん中の黒い塗りの器ですけれども、そちらは雲子と金地草でございます。そしてそのお隣の六角の器、そちらは菊菜としめじといくらの和え物でございます。お寿司はサバの棒寿司にたっぴ昆布が添えて巻いてございます。そして黄色い器が、自家製のごま豆腐に、ウニとわさび少し乗せてございます。はい、ではお待たせいたしました。乾杯していただいて。まずズワイガニの洗いでございます。そして白身は天然の鯛、それから、
ワラの炙りでございます。はい。サワラ春のお魚って思われがちですけれども、今の時期は脂が乗ってて美味しいです。はい。そしてお塩、お醤油ご用意いたしました。お塩は能登の天然塩でございます。お醤油には梅肉が少し溶かしてある当館特製のお作り用のお醤油でございます。まあお好みでお使いいただいてお召し上がりくださいませ。橋立漁港、一番近い港、橋立漁港で水揚げされましたズワイガニのオス、加能ガニでございます。加賀のカニ、能登の能と書いて加能ガニ。はい、石川県で水揚げされたものは、この青いタグがついております。はい、で黒い、札に金色の文字で水揚げされた港の名前が書いてございます。書いてある。生でもお召し上がりいただけるカニですので、だいぶお好みで、こちらのすだちもしくはお塩をお使いいただいてお召し上がりくださいませ。こちらレンゲの上にご飯少し乗せてます。お味噌を乗せて召し上がっていただくと美味しいので、はい、どうぞ召し上がってみてくださいね。はい、ありがとう。またおしぼりをお持ちしますので、ありがとうございます。ありがとうございます。紫、青とあと、緑ですね。はい。今度は梅干しでございます。この麺を乗せていただいて、赤いスプーンでお味噌をすくって召し上がってくださいませ。左手でね。で、右手の親指はここ口のところなんです。そこをグッと押します。そっち側に巻き出すように。はい。そうしたらもうバリッとここ外れます。で、その裏側、口の裏側がカニの一番美味しいところでございます。焼きガニはそこに火が通ってないので、ちょっと取るときちょっと厳しいんですよ。その上に赤田楽味噌かけてありまして、わさび少し乗せてございます。はい。で、この器、年代物です。明治の後期から昭和の初めにかけてしか作られていなかった大正寺伊万里という、はい、器でございます。だいたい100年から120年ぐらい前の器です。大正寺ってお隣、矢橋温泉のすぐ近くに大正寺っていうところがあるんですけれども、そこで九谷焼の窯で、伊万里焼を模して作った九谷焼です。はい、っていうのは伊万里焼の方がメジャーだったそうなんですね、その当時。なので、伊万里焼を模して作って販売をしてたそうです。ただもうその当時しかその窯元ってなかったそうで、もう今ないです。はい、もう今作られてませんし、その大正前後ぐらいにしか作られてなかったそうです。はい。貴重な。そうですね。結構年代物で可愛らしい器です。そうですね。
りがとうございます。美味しそう。そして今度黄人参と、自家製の昆布の佃煮でございます。水菓子は洋梨とあと、熟子柿ですね。はい。そして、シャインマスカット、その上に薄蜜のゼラがかけてありまして、ザクロのせでございます。アイスクリームは渋皮栗のアイスクリームでございます。
たしました黒の器はすべて山中塗の応用器と申します。はい、欅の木でできておりまして、一番大きな器にすべて収まるように作られております。では左の上からほうれん草と薄揚げ、しいたけのごま浸し、中ほどは炊き合わせです。右に参りますと当館の源泉でつけます源泉卵、下に参りまして左からしらすおろし、コーヌモのマグロの漬け醤、お醤油漬けとろろ添えでございます。この後ご飯をお室で準備いたしますので、そのままでありがとうございます。はい、たっぷりありますので、こちらも山中塗りますね。酒の塩焼きと足の味噌は南蛮味噌でございます。失礼いたします。豆腐と湯葉のあんかけでございます。
ます。